タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて125週間が経ちました。たまに行く土手を散歩していましたが、今日はちょっと寄り道です。いつも土手から見下ろしていて気になっていた道路側のエリアを探検してみることにしました。目に留まったのが浄光寺、別名姫川の薬師様です。なんだか立派な雰囲気だなぁと思ったら、なんと徳川家祈願所って書いてありました。こんな身近な場所に由緒正しいお寺があるなんてびっくりです。浄光寺は昔はもっと別の場所にあったんですが、荒川の放水路を作るときに現在の場所にお引っ越ししてきたそうです。境内には徳川家光が手植えしたと伝わる松の跡とか将軍ゆかりのすごい品々があるらしいんですが、日本史に疎い飼い主はその凄さがいまいちピンとこなくて、境内を見渡していい寺だなで終わってしまいました。結局後で調べて凄さに驚いています。そんな飼い主の微妙な空気を察したのか、ニアが歴史よりお散歩だよと言わんばかりにぐいぐいリードを引っ張ります。難しいお話よりも目の前にある植木の良いに大いに夢中みたいですね。さて、浄光寺を後にして工事中の上平井橋を渡り新小岩方面へと向かいます。橋の下を流れる中川は意外と広くて開放感があるんです。だんだん気温も上がってポカポカしてきたので、涼しげな中川の土手沿いを歩こうと思ったんですが、残念、なんと中川の土手も工事中でした。こんな風に初めての道をここを進んだらどこにたどり着くんだろうと試行錯誤しながら歩くのって新しい発見があってすごく好奇心が刺激されます。でもいろいろなルートのパターンを試していくこの感覚、職業柄どうしてもプログラムのバグを探すデバッグ作業に似てるなって思っちゃうんです。そんなことを考えながらニアとズンズンは歩いていると、いつかお散歩中にとんでもない大発見をしちゃうんじゃないかなんて勝手に変な想像をしてしまいます。さっきの徳川の歴史の余韻のせいなのか、この地域のワクワクする雰囲気のせいなのか、今日もニアと一緒に大満足の楽しいお散歩時間になりました。楽しい散歩をしていると、そろそろ卒業の時期だと気づかされました。社会人になると年度末の忙しさに注意力を持っていかれて季節の移ろいに鈍くなりがちですが、学生たちを見るとあの懐かしさがよみがえってきます。ひらりひらりと落ちる花びらが新しい旅立ちのカウントダウンみたい、すれ違う制服それぞれの物語、ぎゅっと握りしめた手は何を願うの、立ち止まりそうな時は思い出してね、君の信じた道は決して一人じゃないこと、さあ迷わずに進んで突き抜けるような春の青空の下で、君のその一歩が奇跡の始まりになる。どんな強い風が吹いたとしても私
こういう雰囲気で動画を作っていきますので、また見てもいいかなと少しでも思ってくれたら、ぜひチャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいです。そして、感想をコメントで教えてくれると助かります。